皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースは、中国発のチャイナショックはこれからもどんどんと発生する可能性が十分にある、そうしたニュースをお伝えしようと思います。以前私はこのチャンネルでチャイナショックが起こるのであれば中国恒大集団の倒産によって引き金となるかもしれない、そうした話題を皆さんにお伝えしました。中国恒大集団というのは中国で第2位の不動産開発業者です。この開発業者の抱えている負債総額は33兆円、そして資金繰りが悪化している現在においては社債の利払いに困っているという状況であって、もはや資金繰りもどんどんと悪くなっていく、お金が巡らなくなっているということが伝えられています。そのため先週は株式市場においても世界同時株安というものを引き起こしました。ただしこの世界同時株安というのはあくまでも破綻するかもしれないという懸念だけです。実際に中国恒大が破綻しているわけではありません。ですから一時的な下落を現在ではある程度回復した状態にあります。しかし世界の株式市場の関係者アナリストらのレポートでは今後どうなるかはまだまだわからないというのが一つの見方となっています。中国当局はそれこそこの巨大すぎる負債総額を抱えた会社がいきなり破綻してしまってはあまりにも影響が大きいため、ある程度時間を引き延ばすような形で中国恒大を生かさず殺さずみたいな形で問題を沈静化させる方向に持っていくだろうという見方が出ています。会社の経営者たちに対しては経営責任を取って彼らの身ぐるみを剥がす一方において、その関連会社や取引業者に対する支払いなどはある程度時間をかけて何とか支払っていくことにより、影響というものをなるべく薄く広く長くしてしまおうというわけです。じゃあ中国恒大だけが何とかなれば、それで中国の不動産バブルが収まり、中国の経済危機というものが終わるのでしょうか。私は全くそう思ってはいません。今回の中国恒大の経営危機というのはあくまでも中国の経済状態について逆回転が始まるその予兆であると考えるべきです。というのも、これまで不動産価格というのは都市部においては基本的にはとにかく上がる傾向にあり、借金をしてでも買うことが経済的な勝者へとつながったのです。そのために不動産会社もどんどんお金を借りてもそれ以上に開発を行い、住居、マンションを売りまくってそれによって利益を得れば全く問題ないという考え方をしていたわけです。これは中国恒大だけの話ではないのです。それでは今日のニュースですが、まずは経営危機に至っている中国恒大が事業売却を進めようとしているその目論みが崩れかけているニュースと、そして中国恒大以外にもこんな経営危機に立っている状況が伝えられているよという2つの日本を皆さんにご紹介します。中国恒大集団の EV 部門、資金繰りショートを警告、当局は沈黙。中国の不動産開発大手中国恒大集団傘下で電気自動車の開発生産を手掛ける中国恒大の EV 部門は24日、迅速な資金注入がなければ資金繰りが破綻すると警告した。同グループの他事業部門でも流動性危機が悪化していることが明らかになった。中国恒大の電気自動車部門は戦略的投資や資産の売却がなければ従業員やサプライヤーへの支払い及び自動車の量産能力に影響が及ぶだろうと述べた。実際この記事の中では書かれていませんが、すでに従業員への給料の支払いの遅延も発生しているそうです。23日はオフショア債の8350万ドルの利払い日だったが、支払いは行われず、同社はこの問題について沈黙を守っている。30日の猶予期間内に利払いが行われないとデフォルトとなる。投資家は猶予期間終了時に多額の損失を被るのではないかと懸念している。なお、中国の人民元建ての社債については23日分について支払いが行われたそうですが、この記事で書かれているのはアメリカのドル建て社債についてです。こちらの方はまだ利払いが行われておらず、30日間の支払い猶予期間内に果たして支払うことができるのかが注目されています。そして中国恒大の電気自動車部門の株価はこちら。今年2月17日には香港ドルで72ドルを記録した同社の株価は、その後の経営危機の影響を受けてどんどんと値下がりが続いていき、直近の株価としては2ドルかそれ以下という水準まで沈んでいます。株式市場においてはもうこの会社はダメだろうと思っている人がほとんどとなっている状態です。中国で危機に陥っているのは中国恒大集団だけではありません。中国不動産開発会社の資金繰り難が拡大、郵送中国が支援要請。中国の不動産市場低迷の影響が拡大し、香港上場の不動産開発会社郵送中国が流動性問題に直面している。同社はプロジェクトの一つが現地当局の不動産投資抑制策の影響で販売が振る
振るわず、現地地方政府の当局に支援を要請した。当局に宛てた書簡によると、市場はほぼ凍結状態にあり、同社は巨大な圧力にさらされている。全社的にキャッシュフローと流動性の面で大きなハードルと困難に直面しているとも説明した。大きな負債を抱える中国不動産開発会社の資金繰り難の深刻さが浮き彫りになる。中央政府が業界のレバレッジ圧縮と住宅市場の過熱冷却に取り組む中で、大手の中国恒大集団が危機に陥っているが、同社の運命に関わらず中国の住宅価格は大きな下振れリスクを抱えているとシティグループのアナリストがリポートで指摘している。郵送中国のドル建て債は支援要請の書簡内容がクレジットトレーダーの間で話題になった24日に下落。表面利率 5.95% の2024年償還債は過去最安値に下落した。その後ブルームバーグの27日でも資金繰り難が拡大、社債が最安値更新の水準になっていることが伝えられています。さて、それでは中国の不動産会社の話として今度は郵送中国という会社名が出てきたわけですが、おそらくはこの会社の名前について別に覚える必要はないと思います。というのも、中国で経営危機に直面しているぞと言われている企業は別にここだけではないからです。恒大集団の名前が大きく出てきているのはその負債総額の大きさが一番だからです。そして今回の郵送中国の場合だと負債総額は17兆円、つまり恒大集団の半分程度だと見られています。しかし、これを足し算すれば、かつてリーマンショックを起こしたリーマンブラザーズの負債総額60兆円に迫るという意味で、中国の不動産バブルが弾ければ非常に危険な状態であることはわかります。そして、一つ一つの会社名について言及はしませんが、その他でも危険だぞと言われている会社名というのは様々出てきています。そのリストとして出回っているものがあるので、掲載はしておきます。今後これらの企業へと経営危機が発展して、それらが連鎖的な倒産を起こすかどうかというのがこれからの地雷となってくるわけです。YouTube においては一般的により大きく印象的な言葉を使うことによって再生数を稼ぐことが良いこととされています。例えば何年も前からずっと韓国経済を崩壊しますよと言い続けていても、実際には崩壊していなくても多くの人々がきっとするといった具合にして賛同者が現れるといったのと同じように、中国経済についてももう明日にでも崩壊するよといったことを言い続けて何年も経っている人も、ほとんどの人がその人に対して批判的な言葉を浴びせることはありません。今回の中国恒大集団やもしくは今回ご紹介した不動産会社の経営危機に対しても、中国経済全体が破綻するぞといったわけでは実はありません。しかし中国経済の発展に大きく寄与してきたのがこの不動産開発の一つの流れなのです。というのも、都市部に限れば基本的にはマンションを作れば売れる、そしてマンションの価格は上昇傾向にあり、そのために不動産投資をすることがお金持ちへとつながる一つの近道とされてきたのです。金持ちはより金持ちになり、そして貧しい人たちにとっても不動産を購入すればそれがいずれはより高値で売れるから、自分たちも貧しさから抜け出すことができるであるからして、中産層の人たちは富裕層へと移行することができる。そうした希望を持って多くの人たちが住宅を買いまくるという不動産バブルというものが今まさに中国で起こっている現象なのです。そしてこのことが今まさに終わろうとしています。中国恒大集団は経営危機に立ち、それに伴って事業を売却して少しでも資金繰りを楽にしたい。しかし今回ご紹介したように、もうこの会社にお金が全然ないなっていうのが分かっている以上、その関連事業などについてもほとんど価値がなくなってきています。今回ご紹介したのは電気自動車部門だったわけですが、8000億円程度を投資して実際にまだ電気自動車を売っているわけではありません。あくまでも期待値だけでなんとか株価を持っていた状態だったのです。その他にもテーマパーク事業なども手掛けてはいますが、ほとんどの場合が先行投資ばかりで実際に巨額の富を生み出しているわけではありません。中国恒大の場合であれば、とにかく不動産開発をしてそこで得たお金、そしてその巨大な売り上げを背景とした金融商品を売りまくることによってお金の帳尻をなんとか合わせてきた状態なのです。しかし不動産投機といったものを抑えにかかった中国共産党のまさにその規制によってこの恒大集団は経営危機にあり、似たようなビジネスモデルを持っていた他の企業たちについても同じような経営危機が訪れようとしているのです。これは中国経済
全体にとっても大きな足かせとなるのは間違いありません。私は強い言葉として中国経済が崩壊するといったことなどを言うつもりはありませんが、少なくともこれまでのような右肩上がり経済のターニングポイントにかかる大きな出来事になると私は考えています。このことに関して欧米のアナリストらは基本的には中国で起こる出来事だし、アメリカ経済に対する打撃としても小さいな、そして今回の話というのは別に金融業界で起こる話でもなく不動産業界の話なんだから、やっぱりアメリカに対する打撃は小さいなといった形で、心配ない心配ないといった言葉などが非常に多くあります。しかし実は問題なのは日本の方で、中国で不動産バブルが弾けると彼らが使っていたお金の巡りというものが悪くなると、中国に物を売っていた日本の企業というものは売り上げが落ちるわけですから、日本企業のダメージというものもそれなりに存在することは避けられないのです。また日本人で中国株に投資している人というのはあまり多くはないとは思いますが、ソフトバンクの孫さんのように中国株で大儲けしてどんどんと投資している人というのも日本の投資家の中にはいますから、中国株への投資を考えている人は少なくとも今後はこれまでのような右肩上がり経済を意識するのではなく、これからは爆弾がいっぱい転がっていてどこで爆発するかわからないぞという時代へと突入した、そのように状況の変化を冷静に分析する必要があると私は思っています。あなたは今後の中国経済の動向をどのように考えているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。